はい、どうも皆さんこんにちは、コドルです。本日はですね、次回古戦場が水古戦場に決まったということで、皆さんお待ちかね、ガチ勢対談の時間となっております。去年の水古戦場前から引き続きではあるんですが、今回は水属性好きの小町さんに来ていただきました。では本日はよろしくお願いします。どうもー、おいらは芋2階団長兼とまじチャンネル、やっておりますとまじです。よろしくお願いしまーす。はい、よろしくお願いします。おいら芋2階、自分も所属してる団ではあるんですが、おいら芋2階団長というところでもなんかね、芋2階コラボみたいなところは、今まで何回かうちのチャンネルでもやってきたんで、結構ね、とまじさんのことは知ってる方が多いと思いますが、もう一年中もう水のことをね、こねくり回してる人が対談したので、今日はね、結構なんかいい話が聞けるんじゃないかなっていうふうなことで、楽しみにしてる人も多いと思うんで、いよいよ待ちに待った水古戦場ですよ、次が。もう気持ちはどうですか？どっちかっていうとね、楽しみ半分、怖さ半分だね。怖さというと？水って実際のところ、大きい環境の変化っていうのは、言うて、ルミナス武器ぐらいしかなくて、それ以外のところの変更点がジョブがメインだったりするからさ、どうなるんだこの古戦場っていうのは、不安半分、楽しみ半分みたいなところ。確かにね、ちょっと読めないところもあるね。現状、役状ないからさ。アップデートが本当に待ち望まれてる水属性っていうところであるんだけど、今回の対談は、さっき団長の口からも出たんだけど、水属性の一番多分環境の大きい変化っていうところは、フレズベルグの存在だと思うんだよね。ただ、今回の対談に関しては、フレズベルグについての内容は、ほぼしません。今回はどちらかと言ったら、フレズベルグ持ってないバルナ編成、普通にリミ武器とかガチャから排出される課金武器をとつって構築できる編成っていうところをメインにやっていこうと思うんで、今日話していく対談内容っていうのは、今ここにお品書きで出してると思うんですが、フレズベルグに関しては、後日やります。もう、とまじ団長フレズベルグのプロなんで、本当にしっかりした対談をやろうと思うんで、ちょっとそこを待ってた人は、今回ちょっと残念ですが、後日お楽しみにっていう風なことで、今回は普通のバルナ編成メインということで、毎回ガチ勢対談お決まりではあるんだけど、この対談者がね、どれぐらい水に入れ込んでるのかっていうのを去年も見せてもらったんだけど、一応リミ武器どのぐらい持ってるかと、あと石油系を何持ってるかっていうところだけちょっと最初に見せてもらって対談に入っていきますか。はい、じゃあ、まず最初リミ武器かな。リミ武器からだね。こんな感じだね。多すぎだろマジで。ガリレオ3本もあるし、和物5本もあるし。和物5本目は取ってないけどね。どっちかっていうと、ガチャ武器の方が多かったり、リン武器言うて水すげえ強いというよりは、なんか意外とガチャ武器強かったりするからさ、そこら辺も多いけど、言うてこんぐらいかなって感じ。使ってないけどね、全然、そんなに。なるほどね。はい、じゃあ次、石油系見せてもらえますか。ルミナススペリオル。言うてこんな感じかな。おー、綺麗。いやもう残念ながらね、ルミナスはね、もう一つの刀の方、取れてないんだけど、古戦場メインで考えちゃってるっていうのがあるかな。なるほどね。今回の対談っていうのは、毎回古戦場を視野としてやっていくから、フレズベルグに関しては、ちょっと専門的な知識を、また今度教えてもらいたいですね。はい、わかりました。それでは、これからそのバルナ編成についていろいろ聞いていこうと思うんだけど、まず一番最初に、これからバルナ編成を強化していくっていう風になった時に、水属性の武器っても今見てもらった通りめちゃめちゃいっぱいたくさんの種類があると思うんだけど、移行基準っていう風なところで言うと、何が一番優先になる？大きく去年から変わってないです。大差1、ガリレオ1、以上。2本、ドンみたいな。片面するとか手動する編成は当然また別よ。あれだよね。片面技巧確認しないといけないから、プラスもう1本っていうことでね。そう。現状、両面してなんだかんだするんだったら、ここでよくねと。なるほどね。マグナよりは強い。マグナやばいからな。マジでな。でも、一つだけ言わせてもらっていい？めっちゃ難しいんよ、今回。それがなぜかっていうのがそもそもの論点になるんですが、じゃあ、ちょっと軽く見せながら説明していきましょうか。まず最初に、よくある技巧編成っていうのはこんな感じになります。これは片面バブかな？そうだね。これはバブして、片面をバルナにしてる状態。フレバルだね。その際に、ナイダリアの余ダメージ5万はクリティカル発生時なんで、それを活かした編成っていうのがこの編成だね。じゃあ、今こうやって自分が話したんだけど、技巧の編成がいいのか、と言ったらまたちょっとパターンが変わってくるんだよね。和物だよね。まず和物今入ってなかったことが多分結構意外な人も多いと思うんだけど。じゃあ、和物の編成を見せましょうかと。今現状ね、和物がないです。これは片面、同じ片面ベルゼバブってこと？ヤチマを選んでるんだけど、これは。片面属性石ってことだね。そう。だから片面属性ではあるけど、なんか和物がないですね。妙だな。和物いずこへ？
この礎武器はどういう意図なの？この礎武器、どういう意図か。じゃあ、やってみましょうか。ででんと。入れ替えてみましょう、和物と。バーン。はい、下がります。はい。じゃあ次入れますよ。3本ベトーンって、下がります。礎強えみたいな。ちなみに特殊上限は和物3本で何万なの？いやもう 14.3 なの。1本 5% に満たないってことは、礎武器の方が上限も漏れてるってことだよね、これね。もうそうだね。ちなみにこれ紙終末でワム石も入っている。ワム石も入ってますね。もう万全の状態だね。カリブディスとかがないけど、手動想定だろうから、これ多分メインやちまだから。そうだね。非常に、結構なんかみんな驚きかもしれないんだけど、これ実は状況によって変動しすぎるから、かなり難しいっていう。だから、技巧編成に和物3本プラス。この見た目の武器はめっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗だね。めっちゃ綺麗なんだけど、めっちゃ弱いんよ。残念だけど。俺は和物好きだし、いっぱい入れたいし、うわ、強えってやりたいんだけど、弱いんよ。和物。とつったいっぱいって言って、石杖入れた瞬間のこの絶望感ね。これが水属性だと。これが水属性。言ってしまえば、水属性っていうのは、場合と、キャラと、シチュエーションによって、表記上でブレるっていうのが一番の問題なんだよね。なんでかっていうと、他の属性ではそんなことはないはずだから。高い編成は高いはず。その比較としてここに画面にスクリーンショット出してるかもしれないんだけど、代表的な火の編成、パーケン3本、ミカオの2本で芝×アムニスみたいな感じでやると予測ダメージ124万と。なんだけどその頃水属性は100万未満で止まってるみたいな。どっちもバブしてないわけだしね。芝はバブじゃないから、全体が124万ってことだよね、火属性は。そう。オメガ武器の差ぐらいだよね、言うてしまえば。ミカエルとかなんかいろいろ前提はあるんだけど、ちょっとね、手放しに理想編成作って喜べる編成じゃないっていう風なところが、大前提としてだよね、今回の対談の。だから、移行基準は、皆さんの編成と皆さんの場合によるっていうのが大前提になっちゃう。これから和物3本集めて、脳死で強いとは俺はよう言わないし、だからといって技巧編成作っとけば安心ともよう言わないんですよ。このクワトロとね、このガチ勢対談2回目ですけど、和物に頭を悩ませるのが2回目ということです。前回和物出た時の対談破壊されてたからな、頭。そうなんだよね。というのは状況に変わるという前提を入れながらちょっと聞いてほしいかなって個人的には思ってるかな。ここまでじゃあちょっと水属性のこの状況っていう風なところの前置きがあった上で、移行基準っていう風なところに話を戻していくんだけど、じゃあ、今まで使ってた、まず技巧編成のところから聞いてか。技巧編成を中心として移行する場合は、やっぱあれかな、滞在にガリレオ1みたいな感じ？ここによっては、去年もそうだったんだけど、ワムが貫突かどうかって話が変わってくると。もちろん短期かどうかとか、渾身維持できるかっていう状況にも分かれるんだけど、最大火力の場合はガリレオの方が強いよね。なるほど。ガリレオ2でも技巧確定できるからってことだね、これは。そう。大祭2にすると、火力は当然落ちちゃう。落ちるんだけど。だいぶ落ちるね。そう。だいぶ90何万から88万まで落ちちゃってるから、渾身維持するんだったらこっちになるし。ただ200ヘルとか、冬季でやるときは大祭2の方が無難な状況は多いよねっていう。これ逆にさ、あれだよね、その、フルオート編成とかになったら、滞在1ガリレオ1でも技巧確定できるよね、両面だったら。そうだね。両面バルナの場合は、こんな感じの技巧枠4つで収まる。これでやるのが一番無難だから、実際、手動ゴリゴリにやるとかいうわけじゃなかったら、別にこの4本で、収まらせるのが一番キリがいいんじゃないかな。じゃああれか、ここはプレイスタイル次第か。手動やるんだったら、ワム石の貫突状況とかにもよるけど、滞在2ガリレオ1か、滞在1ガリレオ1で、この編成多分ほぼほぼ理想編成だろうから、和本とかが入ってるけど、節約すればここあれだもんね。石とかでもいけるもんね。そうだね。さすがにこの編成だと、両面の状態だともう HP がめっちゃ高くて、で、上限もきっちり 20% 漏れちゃってて、HP も8万ぐらいあると。石は介護化になっちゃうけど、みたいな話か。すげえ変わるってわけではないんだけど、7% の部分が、
5% に置き換わって 2% 変わってくるぐらいのイメージかな。HP の方とかそこら辺はね、そんなになんないし、まあ防御力がちょっと変わってくるかなっていうのが一番の大きい点ぐらいかな。じゃあやっぱり技巧編成は、まあその両面なのか片面なのかみたいなプレイスタイルに応じて、まあこんな感じってことね。まああんまり変わってないね、今までと。OK、じゃあ、まあ技巧については、まあ結構なんか今まで使ってた編成で周知の人も多いと思うから、まあ一旦こんな感じにして、まあ次、和物だな。一番は。なんか今ここで、ちょうど両面バルナの時の和物が見えてるから、まあちょうどここから話していくんだけど、なんか見た感じやっぱあれだね。両面の場合の和物はかなり強そうだね。まあ、技巧と共存しやすくて、両面の状態の時は HP を盛りやすいから、和物のバイタリティの発動条件を満たしやすいっていうのがやっぱり肝としてあるよね。型バブとかすると、どうしても和物の HP を盛りながら、かつ火力を盛るっていうのがすごい難しくなっちゃって、特にそれが技巧編成とかね、この薬状がないこの状態の時のナイダリアを入れながら技巧編成をするっていうのがすごい移行しにくさを演出してるよね。そうだね。結構脳死で和物3本集めろって言っても、じゃあ礎でそんなに変わるかと言われたらそれまでになっちゃうし。まあそうだね。まあ、逆に言うと、まあ、礎武器を2本ともご突にすると砂6個だから、まあその敷居が高いのか低いのかっていうところで一旦置いといたとして、まあ礎4突とかで代用するってなったら、まあ上限は漏れないけど、まあ火力の面は、まあ和物1本からとかでも、まあ割と担保できたりするのかな、そしたら。まあダメージがそもそも出なかったら特殊上限っていうのは意味がないから、だからそういう意味では別にね、HP 漏れる編成だったら、無理くり和物をとつる必要はないんじゃないかなっていうね。まあでもこれ見てみると軸としてはさ、ワムディツナイダリアのユダメ5万がやっぱり発動しないと話にならないから、まあこう考えるとこの技巧枠の2本の方が重要に見えるような気もするね。まあどの属性でもそうなんだけど、ヨダメの枠ってのはすごい重要じゃん。だって無条件で5万乗せてくれるんだから。ずっとものポセイドンのゼタですよ。TA 確定の2人がいて、TA 確定したら追撃を互いに持って、かつ、分割ヒットさせるポセイドンがいる。もうこの2人だけでね、ナイダリアの、この、ヨダメージ5万の部分の補填が確約されちゃってるから、そら強いよねっていう。ってなるとなんか、やっぱあれだな、技巧武器はやっぱり結構現役だね。ねえ、難しいとこではあるんだけどさ、本当に。はい。じゃあ今まで和毛のありの両面編成の話をしてきたと思うんだけど、じゃあ次に和毛ありの片面編成の話していきますか。まあ、今こう画面に見せているのが和毛のを入れた場合の片面編成ってことですね。和毛のよりも礎武器の方が優先度高いんじゃないかみたいな状況になりつつあるように感じるんだけど。まあ、当然、薬状が今はないっていう基準で話させてもらうんだけど、和毛のが3本入れて強くない状況以外は技巧編成になるって思ってくれていいんじゃないかなと個人的には思ってます。ってことはあれだよね、和物のポテンシャルを活かしづらい場面っていうことだろうから、まあ、例えば片面属性とかってことかなというよりは、和物を入れる場合の利点っていうのは何なのか明確に特殊上限だと。ということは、特殊上限をきっちり出せるキャラが入ってればいいわけ。やっぱり水属性っていうのは追撃をいっぱい持って殴るっていうのが、意外と強いと。それか、グインを使ってポコ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 っと殴るという風な状態が強くて、だから和物はどちらかというと、一発あたりの火力を超絶重視するような編成の時に和物が強くなる場合は多いよねっていう。だからそういう時に、この特殊上限っていうのが有効に働いてくる部分が多い。かつ、バフが漏れてる状況。この二つが、組み合わさってる時に、表示上の火力は低いんだけど、実戦のダメージが高くなるっていう状況が発生すると。まあ、この編成だと、まあ、火力は出てるように見えても、やっぱり和毛の活かせる編成ではないんだよね。HP を漏れないっていうのが前提に入っちゃってるから。で、かつ和毛の技巧にしてる状態のせいで、通常上限が漏れなくなっちゃってるっていうのがデメリットなんだよね。確かに邪悪の上限が減ってるもんね。そうそうそう。で、和物は1本 5% も満たない状況が発生するんだったら礎より弱いじゃんって話だからね。まあそもそも技巧と和物は共存しなくて、和物は活かせる状況は HP を盛れる、バフがある、一発あたりの火力がでかいキャラを、ドコアサなどのキャラを入れるときに和物がすごい強い。和物何本から欲しいみたいな話だよね。言ってしまえば、和物を活かせる状況であれば、1本からでも入るし、2本でも入るし、3本でも入るっていう状況になる。1本からでもいけるんだ。全然強いね。むしろ1本が無難に入ることは多いんじゃないかな。ということで、まあ、いろいろ上石編成のね、移行基準とか、まあ、どういう風な感じで強化していくかっていう風な話の触りをちょっと最初に聞いてきたんですが、次にね、無課金武器で集めておいた方がいい武器っていうのがあったら、それをちょっと一緒に聞いていこうと思います。そうだね、まあ、じゃあ、優先度高い順から聞いていくか。最初は一択だね。礎。礎武器ね。礎2種類。ムーユミ、ジャッジ剣。2本。これは、ほぼほぼ必須じゃないかな。
日本4突以上。前も4突だったから、5突来てるっていうのが強みだから。まあ、可能であれば5突。5突だね。まあ、この2つがもう2大巨頭。礎武器。第1位だ。じゃあ第2位聞いてくか、じゃあ次に。第2位は、いつものナイダリアさん。まあ当たり前すぎて2位まであるかもしれんけどな、これ。まあ、というか、技巧するんだったらナイダリア入れなきゃ技巧する意味ないから。ちなみにやっぱあれだよね、その、厳選に関しては、HP 渾身だよね、やっぱり。HP 渾身で、渾身さんが欲しかったんだけど、俺も。ワーム斧とかを使えるっていう状況が発生した場合は、まあ、強いから HP 渾身一択だね。渾身2以上の HP 付きを狙うのが一番無難かな。じゃあ3番目のを聞いていきますか、じゃあ。3番目は、はい、エスナです。おー、意外な武器来たね、エスナ。エスナもさ、書いてることはさ、4ダメージアップ排水なんですよ。これやばいよね、このステータス。めっちゃ強い。無課金武器としては破格の強さじゃないかな。だから、まあ、HP を減らせる状況であれば、エスナを入れてる編成の方が、よっぽど火力が出る場合が多いと。ちなみにこのエスナは、覚醒タイプはどんな感じのバリエーションで集めておくといいかな。とりあえず、攻撃覚醒は俺は3あった方がいいかなって思ってて、防御覚醒は、まあ、時と場合によるけど、HP を盛るっていう状況が発生するかもしれない。一応、2本とか、まあ、1本でもいいんだけど、全然。まあ、1本から2本防御が欲しいと。まあ、もう一つ、特殊の方は正直、自分は1本しか使うことがないから。1本可能性あるんだね、むしろ。後々、なんか自分の使ってる編成見せたら、ちょっと説明しようかなとは思うんだけど、ちょうどいい時があるんだよね。特殊 3% 上限が。うん。まあ、じゃあエスナ攻撃3防御、まあ、最大に特殊1が理想だと。一応理想。まあ、今この画面に出てるやつだな。あ、そうだね。じゃあ次聞いていくか。ちょっと、フィンブルやばいかもな。無課金武器って意味では、フィンブルは正直2本持っといた方がいいかもね。さすがに渾身大は強いから、守護も持ってるし。まあ、いずれはモードと何かしらと組み合わせるという状態になった時は、まあ、理想編成に入ってくるから、そういう意味では、フィンブルはぜひとも2本集めときたいかな。じゃあ次かな。あとはもう正直、パパッと説明するぐらいのレベルでしかないかな。他に、無課金でおすすめというのは、シグルスボーミですから、技巧編成するときの、大祭請求と相性がいい、ムーン弓と相性がいいってのがあって、連続婚姻確率を確定できる1本で 20% で2本入れれば、40% になるから、連続攻撃を補いやすいっていう点でも、まあ、これは集めといた方が無難な武器かな。で、同じぐらいの、まあ、というか、ここに関しては趣味の域にはなってくるけど、ゼノ高級の武器かな。と、撃滅戦の武器ですね。これも同じく、実は地味に HP が上がったりするから、かつ、通常上限 1.5% っていう、上げにくい通常上限の部分を上げれるっていう武器だから、これはあってもいいかな。まあ、使うことはほぼないけど、いずれお話しするであろうルミナス武器の時にちょっとね、必要になってくる可能性があるかなぐらいのイメージで。なるほど。まあ、じゃあ今回紹介する編成には入ってこないかもしれないけど、まあ集めれるとしたら今のうち集めといた方がいいよっていう話か。そうだね。やっぱり、これは多分、ないと困る時もあるの。っていう感じぐらいかな。じゃあ、必要な無課金武器に関しては大体こんな感じってことね。はい。じゃあ、それでは、まあ、移行基準、あと無課金武器で必要な武器っていう風なところを聞いてきましたと。じゃあ、ここまでがあった上で、じゃあ、最終的に水の上石編成っていうのが、今の現状の理想編成がどうなのかっていうところを、まあ、実際に見せてもらっていこうと思います。まあ、あくまで理想編成っていう風なところで、まあ、編成例になると思うんだけど、まあ、わかりやすい3パターンをちょっと見せてもらおうかな。まずは、古戦場のヘルを討伐するときの、片面手動編成。あとは、ヘル用の両面上石フロート編成と、片面ルシのフロート編成。この3パターンをちょっと見せてもらいつつ、ちょっと編成例っていうところを見せてもらえますか。はい、了解。じゃあ、まず最初に手動の編成例かな。まあ、ワンターンキル。まあ、クワトロもツイッターの方で動画上げてたと思うけど、まあ、あの編成の最上位の編成みたいなイメージが。ここでミルグレスね。そうだね。こういう時にミルグレス。大祭2本入ってるんだったら、ミルグレスが礎に変わるとか全然あり得るんだけど、後陣型で。ガリレオが2入ってることによって後陣をさらにきっちり補って片面で強くて上限 5% 盛れるっていうところが、まあミルグレスの強みだよね。片面バルナの手動編成想定だから、まあゲーム拳はあれだよね。巨砂枠の追撃の増強として入ってるっていう風なところはそうなんだけど、まあここのミルグレスの枠が邪枠の上限を上げつつ火力を担保する役割ってことだね、要するに。そうだね。まあでもこうしてみるとあれだね。やっぱなんか技巧だね、やっぱ。片面手動に関しては。こういう風な技巧編成っていうのが、まあ、一つのパターンなんですよ。二つ目のパターンっていうのが実は
あって、まあ自分ツイッターで動画上げてるんだけど、こんな感じの。データミスティーク。まあスパルタっていう最強ジョブが実装されたじゃん。そうだね。モロンラベとかいう全てをぶっ壊す最強マダイみたいなアビリティが出てきたじゃん。昨日無課金武器で必要なエスナの下りとかもそうだけど、まあ HP を自分で誰でも減らせるようになったっていうところでやっぱ排水軸がな、やっぱ台頭してきたよね。で、そこにこのミスティークが実はなんか全体に扇追撃 15% 巻くとかいうちょっと、知らんかったんだけどみたいな。いや、俺もこれ知らなかったんだけどやばいよね、これね。いや、これはやばい。スパルタでまあ槍だからメインで持てる。まあシュラ2本入ってるおかげで HP60%。で、モロを打つと、HP が 36% までになります。エスダが入ってくるわけですね。まあ、要するにナイダリアの代わりってことだ、要するに。そう。で、まあそこにプラスポセ槍が入ってきたりとかね。こう考えるとポセよりめちゃめちゃ偉いね。邪悪の 7% 持ってるし。で、さっき、エスナの特殊。それはこのポセ槍のせいなんだよね。もう分かったわ。3足す7ね。そう。3足す7足す5足す5になるんだよね。やば、20% じゃん。奇跡起きてるわ。だから、弾爆の状態で火力が出るとか、でも上限足りないなっていう時に、スッと武器枠を変えず入れる武器がエスナ特殊っていうところだね。確かに、入りそう。っていうのが、あれなんですが、まあ、理想編成っていう話をしたじゃん。和物に食材をしなければいけません。まず最初に、一旦ちょっとけなすわ。一旦ちょっとけなさせてもらうんだけど、礎の部分を和物に入れたら下がりますと。まあ、さっきの技巧編成でもそんな感じだったよね。下がっちゃう。60、開始時点こんなんだね。ミスティークが2本で 60% と。じゃあ、モロンラベを打った状況を想定しましょう。35% です。下がったよね、さっき。入れ替えた。下がったね。おー流れ変わったな。で、ここも当然、下がるわけですよ。元の 60% の時点だと。おー、いってるね。前日した、あれだね。和物はダメージ上限が出る状態であれば強い。まあこういうことです。こういう状況であれば、和物は理想編成に入ってきます。ちなみにこれ HP35% 時点で、片面バブ？片バブです。バブかけるバルナで、余ダメージと特殊上限はどんぐらいになってる？余ダメージが、85,000。で、特殊上限は 17.91。おー、で、邪悪の上限が 10% だから、さっきの邪悪 20% よりも、さらに上限突破させつつ火力が高いと。そうだね。いや、これは、なかなか面白いんじゃない？まあ実際これで150倒せるしな。新編成だね、これは。そうだね。すごいわかりやすく、スパルタのモロンラベありきだっていうのは当然なんだけど、上限を出しやすい編成でもあるし、やっぱ渾身よりも排水の方が強いんだよね。状況が維持できるんだったら。まあ、しかもこれ確かあれだよね。2ターン締め想定だからさ、1ターン目ダメージ食らったらもっと排水できるよね、これね。これ見てるとなんかやっぱあれだな。予測ダメージに関しても、なんか134万っていうなんかあれだね。新時代にふさわしいような予測ダメージになってきてるね。まあ旧時代89万。まあバブをしてるだろうっていうのもあるからあれだけど、あの時はヤチマだったしね。いや、でもまあ、大体まあ、いろいろ持ったとしても100万前後ぐらいだもんね。まあね、肩バブしてるっていうのもあるけど、まあ130とか超えてくると、まあだいぶ近しくはなってくるよね。ミスティークっていうのは、だいぶいい武器だから。いい武器だなこれ。水には、戦場とか、後陣プラス別枠カゴっていう風な、その強い武器がなかったから、まあ、ここが水の戦場枠というか、そういう感じになるのかな。ちなみになんだけど、ちょっと一個聞きたいんだけど、ミスティーク、メイン武器で持ってるこの一本はね、多分ほぼほぼ欲しいと思うんだけど、2本目のミスティークをさ、例えばブロッサムアクスとかに変えたらどうなるの？変えますと、まあこうやってブロッサムアクスに切り替えると、まあ当然下がりますと。下がるんだけど、まあこれを見る要素として、まあこの対比属性ってさ、言うてさ、5000ぐらいしか変わってないじゃん。あんま変わってないように見えるね。なんだけど、この予測ダメージが5万近く下がってんだよね。めっちゃ下がってると。はい。すごい差分がありますね。だから、この差分って何なんだって話なんだけど、内包されてる人の、火力が下がっちゃってんだよね。だから、グインとかには結構でっかい影響が起きたりとかすることがあって、まあ、期待値的にはこんぐらい出るけど、そもそもこの編成内に含まれてる火力が下がっちゃってんだよね。万って言うと相当だね。武器1本分だね。見た目上、この非属性が下がって、あんま下がってないじゃんって思うかもしれないけど、おそらく主人公以外は下がったりします。普通に。でも、バブじゃないもんね、主人公以外は。そう。ただ、モロンが強すぎてごまかせるぐらいない。モロンが強すぎてごまかせるんだけど、それでも火力は下がります、絶対に。
1万とか2万とかしか下がらんかったんだけど、言うて。でも、ギリギリだからそもそもじゃないと届かないパターンがあるわけですよって感じだね。まあそうなってくるとブロッサムアクセルは代用できなくはないかもしれないけど、その他の要素が結構重要になりそうだね、クオンとかの。そうだね。クオンとかもろもろも重要だけど、まあいざとなったら召喚増やせばいいと言えばそれまでだし。だから雑に3ターンペッペッって殴るのも一つの手かもしれないしね。っていうのはあるかも。まあでもこれはおもろいね。まあ、理想編成ここで和毛の3本の手動編成の可能性もありつつ、ミスティーク。いや、これあれだね、なんかミスティーク使うか使わないかみたいな、ちょっと前からちょいちょい言われてたけど、作れる人は作っといた方がいい武器かもしれんな、これ。まあ、選択肢っていうのは、だから、突れる突れないかっていうところは、まあ、実際大きな問題としてはあるんだけど、選択肢っていうのはやっぱ多ければ多いことが良くて。なんだけど、まあ、その選択肢の中でもこのミスティークの編成は抜けてるね。予測ダメージも結構今まで見た中で一番高いもんね。全然高いね。じゃあ、まああれだね。ヘリオの手動編成というところで、まあ聞いてきたと思うんだけど、ここでね、多分ね、もう誰でも気になると思う。誰でも絶対気になると思うところが一つあって、それが何かというと、薬状来たらどうなる？骨も似たようなこと言ってたと思うんだ。来てねえからな、結局。来てねえからな。まあ、この編成というよりは別の編成で説明した方がいいのかな。まあ、ナイダレアは確実に抜けるじゃん。じゃあ、あれにするか。まあ、単純に和物と一番相性がいい、斧のミーレスが来た場合で、じゃあ話すか、じゃあ。OK。じゃあ。はい。これね。まあ、これが予測ダメージが一番いい感じ。これで特殊上限が、まあ 20% 入ってるし、まあ本当はここに余ダメージ10万がちゃんと入ってくれたり、上限 17% が入ってくれたりするじゃん。これ召喚助メインバブだよね。これはそうだね。フレンドバルなんです。これあれだね、まあ、薬状武器が何の武器種で来るかによるんだけど、まあ、仮に斧で来た場合は、まあ大体、上限が 14% 漏れて減衰ラインが引き上がるから、まあ、大体1本分あたり6万ぐらい上がると思うんだよ。本物の薬状武器が来たら。ってなると、予測ダメージ120万ぐらいいきそうだね、これね。これいいね。まあだって、さっきのミスティークと違って、バフをかけた場合の効果量的にはこっちの方が高くなりそうだね。やっぱりなんか薬状来たら和物本当に強くなるね。斧だったらな。でも今この状況を見てる限りだとさ、弓とか剣でもなんとかなりそうじゃない？そうやな。剣とかだったら、まあこのオメガとかが変わってきたりとかもするだろうし、このオメガをその薬状に合わせてあげるとかすればなんとかなることも結構多いと思うから、まあ何かしら別のやつでもなんとかはなるかもね。あとあれか、週末とブルースフィアがあるから杖とかでもいいのかな？杖でもいいし、まあでも石杖と絡めたいよね、個人的にはね。まあ、弓ないし剣。まあだから弓、剣、杖ぐらいが結構使い勝手いいのかな？そしたら、斧と。斧が来たら最高だね。斧が来たらもう、あれだから、ただ単にこの編成が上位に上がるだけだから。オッケー。まあじゃあ薬状来たら、まあこんな感じで、斧だった場合が最大値叩けて、まあそれ以外でもまあ武器種によってって感じだね。そうだね。ちなみにさっきの排水編成が薬状来たらどうなの？まあ単純にエスナが抜けると思うよ。エスナ恋して、薬状入って、これ槍薬状でも最強じゃね？そしたら。確かに。これで薬状槍だったら強いね。槍薬状最強じゃん。槍でもいいじゃん、じゃあ。まあ斧か槍だよね。どっちかというとこの辺。確かに。強いじゃん。14% と 7% で 21% で 20% 上限は足してるからね。いい編成。いい編成だね。でもそうなったらもう、あれじゃない？武器種10本中5種ぐらい OK だから、もう2分の1で大当たり武器みたいな感じじゃん。もう斧なんて来たらそもそも薬状斧3本目だけど。確かに。斧は正直来てほしいけど来ないと思ってるから。槍が一番嬉しいかな。槍熱いね。槍熱い。薬状槍。いや、熱いなぁ。でもそしたらミスティーク、季節限定武器だけどもうほぼほぼ必須級になっちゃうな。いやー、そうなんよねー。だってこれにさ、でもこれあれか、予測ダメージが乗ってるから。まあでも140万ぐらいいきそうだね。予測ダメージ。OK。まあじゃあ手動編成はこんな感じで、まあ薬状来たパターンで、結構やっぱ和物に夢もあるとかなり、強いね。まあ、なってくる。早く来ねえかな、マジで。確かにな。じゃあ次ちょっと振ろうというか、じゃあ両面紙振ろうとじゃあ見せてもらえますか。まあさっきちょっとちらっと見たような気もするんだけど。こんな編成。これはもうなんか何も言うことないような気するんだけど、まあランスロット探検のところが自由枠なのかな。現状の状態で HP が8万点あるからも結構どうでもいい感あるんだけど、HP って400最大だから、まあ、いざとだったらね、ここね、なんか何入れよって思ったらもう、フィンブル入れとこうみたいな。もう強いしな。全然強いし、言うて HP 上がってるし、まあ、石杖でポイーって入れりゃ、もう軽く上がってるんだ。まあ、これはなんかイメージしやすいと思う。まあ、じゃあ、この編成で薬状が来たら、多分ね、さっきの立地の日本入れてた編成あったじゃん。あれから何も変わらないと思うよ。確かに。
何の武器種に来るかによるけど、要するに、あれだよね、中段3枠がフリーになるわけじゃん。今、守護がついてる武器はムーン弓しかないからさ、このガリレオサイトと滞在請求の部分はさ、本当に何でもいいわけじゃん。いやー、それこそね、アビダメに寄せるんだったら、ナイツ・オブ・アイス2つ入れたりとかさ。ランスロット探検だったら、あれじゃん、役場探検でもいいじゃん。無限の可能性見えたね。いや、それは俺は考えついてなかったわ。確かにって思ったけど。でもね、そしたらじゃあ手動編成でリバ探検が輝く未来もあるかもしれん。なるほどね。光属性みたいなね。芝子と一方入れるみたいなやつね。でもなんかあれだね、今までそのランスロット探検とかさ、あんまり入れづらかったけど、そういうなんか付加価値をつける武器を入れやすくなるのはいいことだね。青玉入れて主人公の音韻火力上げてもいいしね、別に。オーバートランスとかするんだったら青玉めっちゃ強いから、そのミルグレスよりも、そのオーバートランスを打つんだったら。OK。じゃあ両面はかなり分かりやすいね。じゃあ次ちょっと片面ルシのフロート編成見せてもらうか。なんかようわからん編成してるんだけど。フルオ、なるほどね、新しい。今、あれだわ。理解したわ。そういうことね。ダメージを食らう前提で、むしろってことか。そう。だから、この編成どうなるか。これはもう編成とのコンセプトの問題なんだけど、この編成、よくある。カシウス、アニラ、ポセイドンみたいな感じにはなってるんだけど、カシウスでディスペル担当のキャラを入れて、で、マラダイバーのマラベリがウロボロスと。で、巨左をして、敵の攻撃をガンガン受けてきましょう編成。で、受けて、カシウスでディスペルして、で、ウロボロスでアビダメをつから、ナイトバイスが強いよね、とりあえず。なるほどね。はい。回復も実際できるし、ここで。スタック 1 ってやつで回復もしながら、ルシフェルで回復もしながら、弱体をまず最初にこれで解除していく。で、解除してって、あとは2回行動っていうところをポセイドンとアニラで、補っていく。で、追撃をどんどんつけてね。これはカシウスが TA 確定しないから、アニラだったらポセイドンだけじゃなくて、カシウスも一応追撃が乗ると。で、TA 確定しないところも活かしながら、アビダメも寄せれて、敵の攻撃を食らうから、ここでヨダメもフォローするよ、みたいな。ちなみにこの編成のさ、特殊ダメ上限とかは何%ぐらいになってんの？この編成はね、特殊ダメ上限はね、20% ですね。ちゃんと20、やっぱランスロット探検強いね。ちなみにこれ、今、ヨダメージが6万になってるけど、これ HP 設定が何%なんだ？ビーってやったら、いつもの、また下がって。1万になるよね、そしたら。マナダイバーのオーバートランスって、最初の3ターンはただただ殴るだけみたいな感じになるから、そういうところで、最初に敵の通常攻撃でダメージ減らしてからスタートみたいに考えると、HP80%、70% ぐらいは見てスタートでも全然いいかもね。そうだね。で、どうせ敵の攻撃、これ150というよりは200減る想定ではあるから、敵の攻撃がすごい痛い前提で、50% 以降敵の攻撃をガンガン食らいながら、それでも後半殴り切るための編成と思ってくれていいから。だから、あれね、減っても回復できるようにカシウスが入ってると。オーバートランスが消去不可だから強いから、どちらにせよ。確かに。あれ生かさない意味ないもんな、水属性だったら。そうなんよね。でもさすがにゼタを入れてポセイドン、強いんだけど、さすがにフルオートはちょっと怖いからさ。だったらちょっと安定取ってこんな感じかな、みたいな。ディスペル役とかクリア役、ちょっと無防備になるもんね、ゼタポセアニラとかだと。そこはフロントキャラとかに落ちて武器もちょっと変えるけど、こういう攻め方もあると。じゃあさっきも聞いてきたんだけど、これに役場を入れるとしたら多分 S なのところになると思うから、やっぱなんか、さっきのフロート編成とか手動編成とかと関連するところではあるんだけど、ブルースフィアとか、あとミルグレスとかっていうのはちょっと今現段階だとさ、役場の武器によってなんか全然評価変わってきそうだね、見てる感じ。でも役場が正直来るかどうかって言われると、このタイミングちょっと怪しいじゃん。この前リーメ来たばっかしだし。本当に来るんかわかんないけど、今役場来てほしいけどな。技巧してる時にとか HP を関与しない時に2本入るみたいなことは多々あるんだけど、 HP が関与してくるとなかなか入れづらいよね。和物とか入ると余ダメージももらにはいけんから、そうなると S が欲しくなってきちゃうじゃん。技巧編成するとそもそも入れられないじゃん。で、じゃあそうなると和物削るみたいな話になって、また話変わってくるじゃん。いろいろ。だから和物を維持しながらそうするってなった場合は結構しんどいもんなんだよね。役場の武器によっても話変わってきそうだから、なんか今やっぱ武器とつるの危険だね、かなり。自分は
展望が見えてるから、こういうムーブをしたいっていう展望があって、ミルグレス2本をトスてるんよ。あ、ちゃんと理由があってトスってると。まあ何が来ようと、おそらくこれで行くんだろうなって思ってるものがあるから、正直、展開が見えない、自分がどうするかわからないっていう人は、マジで待った方がいい。正直、水、強い人の編成出てきてから後出しした方が絶対いい。もちろん古戦場の英雄を狙ってる人とか、そのガチ走りする人とかいう人は、やっぱりどうしても事前にムーブを組むとかいう人は多いと思うんよ。でも正直、肉稼ぎだけ作ってなんとかなるような、後でとつるぐらいが正直無難だったりするから。まあそれこそクワドの動画上げてくれるだろうし。まあそうだね。フレーズなしの編成ちょっと頑張っていっぱい動画にしようと思うわ。やっぱり街が一番無難ではある。当然将来性があるっていうのは、和物は俺は将来性あると思ってるし、好きな武器ではある。うん。バイタリティは気に食わないけど。でも和物自体は水属性では俺はかなり強い武器だと思ってるから、強くて弱い武器が今の現状のバイタリティのこの和物の総評なわけですよ。将来性があるわけで、今現状が最強かと言われたら違うわけよ。まあそこがちょっと難しいところだね、マジで。だから、そういう意味では、まあ、余ってる人とか、水をがっつり強化したい人以外は、待った方が無難だとは個人的に思う。はい。ではじゃあ武器と、編成例みたいなところをちょっといろいろ聞いてきたので、一番最後に、水属性の召喚石について、まあどんなものが優勢になるかっていうところをちょっと最後に聞いて終わりにしていきますか。なんかリヴァイアさんがすごいけどこっち見てんだけど。いや、趣味っす。趣味いやちょっといや全然理解できない。まあ一旦いいわ。まあ全属性通して、まあ、水属性をやる上で必要な召喚石っていう風なところをちょっと聞いていこうと思うんだけど、まあなんかまず聞く前に、これはまあほぼ必須だよねみたいな、まあ話すまでもないよねみたいなところも結構あると思うんだよ。まあ例えば、あれでね、アーカルブ系の召喚石とか、あとベルゼバブベリアルとか、あと、まああれでしょ、ガブリエルも4突ないって話になるでしょ。そりゃとつった方がいいよねっていう話にはなるよね。いや、まあ、優先度的に、まあ、この辺に関してはもう言うまでもないと思うんで、まあ、こういうもなんか、まあ、必須系、人権系のところは一旦置いておいて、その次の石っていう風なところで、ちょっと優先度高い順から聞いていきますか、じゃあ。自分が水の石の中で、必須級だと思うのが一つあります。ワームユスですね。これね。必須だね。そもそも水は武器が弱いから、武器は弱いんだけど、カゴ乗る武器は多いんよ。やっぱりミルグレースもそうだし、ミスティークとか、まあ排水乗るよね。当然。後陣排水の部分乗るし。もうエスナも乗ってるもんね。なんなら。排水の部分。確かに。強いって言うんだけど、もう極めつけはワムのよ。守護の強さが、バイタリティの強さなんだったら、ワムデス入れないとお話にならないんだよね。だってね、3本入れて、さっき何%上がりましたって言うけど、守護をたくさん入れれば入れるほど強いのに、ワムデュスが貫突でいないと、そもそも守護1本抜けてるみたいな状況になっちゃって。なんか前提条件が崩れるみたいなね。まあじゃあなんかワム石がどんだけ必須なのかっていうところを、じゃあまあ視覚的に見ると分かりやすいと思うんで、まあなんかこんな感じの。片面ルシの、まあ技巧編成かな。これでちょっとあれかな、ワム石を入れ替えてもらってどのぐらい変わるのかってちょっと見せてもらえますか。じゃあ、今、ここ、ステータスのところは変わりない場所だね。サブ石だから。これを切り替えて、無凸のワム入れ替えると、ドーン。まあ7万ぐらい下がってるかな。9万だね。おー、そんな下がってる。おー。いかれてるけどな、9万下がるって。EX 後陣が 107% と、ダメージ上限が 18% の時に、無凸と。無凸。もう一回入れ替えてみようか。貫突に変わるとそうだね。こうやるとボーンって上がって、とんでもなくなって、種11の EX が 111% まで増えると。まあどっちかというとやっぱ渾身とか、この全てが上がってるっていうのがでかいんだろうね。そう、これがね、そう、ワム石の侮れないところでね、なんか普通の石だったら、その、後陣とか、排水とか渾身とかによって終わりなんだけど、守護のところも乗算されて、ワムオノが強化されるから、その、通常の6類石よりも影響がでかいっていうところだよね。やっぱバイタリティ属性だってのもあるしね。ただやっぱりワム石は貫突するのは大推奨だね。まあでも予測の下がり方はちょっとやばすぎるんでまあワム石が優先の第1位ってことだね。まあ第2位を仮に上げとすれば、ここら辺から結構難しくなってくるんだよ。なんだかんだ言いながらやっぱカリプリスは欲しいよね。正直無凸でもいいっちゃいい。追撃があるっていうこと。まあ、10% の差で、すごい何かがあるかっていうと、グウィンだとものすごい差になるんだけど、
だからカルプリスは貫突にしておかないと届くムーブと届かないムーブは 100% 出てくるね。こっからがまたちょっと話が変わってくるんだけど、優先順位っていうところではなくなってくるかもしれない。正直。次の優先順位を上げるとしたら。八千葉だね、次は。なんならトップまであるんだけど。あれかな、プレイスタイルによるのかな。だってあれじゃん。ワムデスはもうフロートしようが主導しようが優先の第一ってことじゃん。要するに。だから、八千葉はどっちにしろ絶対入るからね。その、主導する場合は。水属性の石だからさ、八千葉の召喚ターンがちょっと短いっていうのも結構でかそうじゃない？そこんとこどう？でかそうとかいうレベルじゃないな。そもそもムーブの根本になり得る可能性がある。あー、えぐいね。だって片目バハムとしたら4ターン目に打てるんだからね。で、メインバブして、中入れなんかするじゃん。パルプレスでも、バブレスでも。八千葉入れてる状態だったらどうなるかっていうと、1ターン目にバブカルプリス、バブワムリスみたいな感じでドーンと吹っ飛ばした後に、そうなったら4ターン目にもう一回バブとまたカルプリスみたいな感じのがもう一回おかわりできるんだよ。なんか短いスパン、そう、なんかメインバブで中入れ八千葉でバブを2回使うっていう風な動きめちゃめちゃ強いよね。ガチで終わっとると思う。だって、みんなさ、他の属性でもさ、バブ八千葉は、バブ水撃石みたいな感じで入れてさ、その最後の 50%、やっと踏んで3ターン目に吹っ飛ばすぜみたいなやってるじゃん。水4ターン目にもう一回打つんだから、意味わからないでしょ。何おかわりしとんねんってなるじゃん。そういう意味では、八千葉っていうのは、まあ、手動のムーブの根本にいる状態が高いから、そういう意味では八千葉はすごい欲しいかなって思う。まあ、フロート編成とかちょっと俺よく考えてたりするけど、だって中入れ八千とバブでメインルシだったらさ、オーバートランス型の編成だったら、4ターン目、5ターン目、6ターン目でオーニュってさ、7ターン目の八千を打つタイミングでトランス3になってるわけでしょ。で、そこで 50% 超えてたらさ、50% 超えた瞬間に八千打って、トランス3のベルゼバブを放射しつつルシを巻き込めるみたいな最強の動きできそうだね。ああ、まあ全然ありそう。まあ確かに優先度はちょっとあれかもしれないな。プレイスタイルによるけど結構なんか状況によって変動しそうだけど、突き抜けたら本当にティア1になり得るぐらいの。そう、だからもうここに関してはちょっとね、優先順位とかいう問題なのかなみたいな感じだね、個人的には。ただ、前日のカリプリスとかバブリスとか持ってないと、そもそも八千葉を召喚する意味がない状態が発生するから。だからそういう意味ではちょっと別枠なんだよね、個人的には。じゃあワームディス、カルブディス、八千葉ときましたと。まあ、その次はあれだね。いつものずっとも。水着ベリアルさんですね。水着ベリアル結構なんか優先度低いんだね、思ったより。優先度低いというか、他のが優先順位が高すぎるから、というわけではなくて、まあなんならめっちゃ高いよ。まあ、所詮 66% パチンコではある。水着ベリアルを召喚しないといけなさそうなムーブってのもやっぱりあるよね。あるね。例えば、ミスティックの編成あるじゃん。まあ、基本的にベリアルって手動編成で使う。召喚するっていうことはそういうことだから、まあ他の特性でもそうだと思うけど、召喚できる上で、めちゃめちゃ割のいいバフの石。水に対して一番期待値が高いのが水着ベリアル。まあ、追撃が必ず乗らなくても、不足してる火力は最低限保証してくれそうだもんね、これは。そう。だから、まあ他にね、水でバフ石と言ったら何なのって言ったら、流吉講習とか、まああれも刻印打つから強いっちゃ強いし、使いどころはあるんだけど、速度とか求めてくると、ベリアルはもうほぼほぼ外せないよねっていう。3ターンで締めるとか絶対できるし。150指導やる上ではベリアルの優先度はめちゃめちゃ上がってきそうだね、確かに。まあなんならね、レスラーして、ファイティングスピリッツって、7ターン目に締めるみたいな動きが仮にあったとして。うわー、やばい、じゃあ200のレスラー軸をやる上でも候補になってくるね、そしたら。そう。で、かつ3ターンじゃん。で、水着ベリアルが優先順位低い理由としては、八千を使わにはいけんっていうのがそもそも、あって、なぜかというと、バブとカリプリス。で、ベリアルは3ターン効果だから、その前にベリアルを打つ。そもそもバブとカリプリスとか、もう前提条件として、ベリアルのその次に打つものは確定されてるわけよ。だから、ベリアルは、その後のカリプリスとかをもっと伸ばすためにやるわけだから、カリプリスがいないとそもそも水着ベリアルを打つとかいう状況にならないわけよ。ああ、そもそも、あれか、ムーブの根幹が違う石だからってことか。まあ、優先順位は俺の中では高いし、どれも全部高いんだけど、まあまあそもそも前提条件として前のをとつってる状態で水着ベリアルをやんないとダメだよねっていう感じかな。まあでもやっぱそういう風な考え方で言うと、2カート目のカウンター目的無凸でいいですかみたいな感じじゃなくて、しっかり4凸して召喚する可能性がある石っていうことになるね、そしたら。そうだね。まあという感じで、状況に合わせて召喚先は優先順位を決めていきましょうって感じだね。じゃあ水着ベリアルぐらいまでは、ほぼほぼ必須の石ことかね、そしたら。と自分は思ってるね。だってそれ以外だと、例えば最近のアップデートとかを加味すると、あれかな、貫突エウロペとか、
あとは、ティラノとか、あとなんか変な石がお気に入り登録、なんだ保護されてるんだけど、それは何？これはね、昔のストイベで配られたアグロバルなんですよ。まあ、何が強いかというと、まあ、地味にこの召喚効果なんか書いてますね。未属性キャラに未属性追撃効果。やばいじゃん。しかもこれ3ターン内。俺たちのまだいないよ。ヤチまで巻き込めるってことか。そういうことだね。使うかは知らんけどな。まあ、可能性として模索してる最中ってだけ。これプレバーサってないと絶望するだろうな。いやー、誰がここのストイベに突然水属性のまだいると思うよ。まあ、現状使う可能性は低いかな。わざわざって感じはあるから。まあ、あれね。ちょっと倉庫漁ってみてって感じだね、じゃあ。まあ、エロペは、まあ強いと思うけど、なんだろうね。使うとしたら、フレンド石として使うから。まあそれは前回のグリームにもあったからな。そういう意味では、必須級かもしれん。なかったらバハで代用しましょうみたいな話ね。次、ティラノサウルス現状使うかどうかは分かってないんだけど、まあ、土の子だよね。だから、水属性アラナンが来た時に使える可能性はあるよね。それあれじゃない？アラナンっていうか、フェリーが来ないとダメじゃない？フェリーだな。フェリーが来たら、なんかすごいことになるかもしれない。あれか、フェリーいるノートとか、自分で 40% 上げられるアラナンが来ないとダメってことか。そう。でもこれ、もしいるノート来たら震えるけどな、俺マジで。だから、扇義軸では強いと思うし、実際、ルミナス刀持ってる人とか、オラーってやったら、それはそれで強いと思うよ。1ターン目からめっちゃ火力出せるし。でも言うてしまえばそれぐらいで、だったらメイン装備時っていう使い方なんだけど、メイン装備時は現状使いこなせないから、って感じだよね。まあ、保全上関係ないけど、グランデ編成とかメインだっけ、これ。まあ、そう考えるとめっちゃ早いなって思うけど、なんかクピタン入ってるような気したから、闇属性の。クピタン以外は持ってるっていうだけだな。はい。じゃあ一召喚付けに関してもこんな感じと。ということで、今回はね、水属性大好きの友達さんに来ていただいて、いろいろ話を聞いてきましたが、もうね、複雑すぎて、もうなんか、頭が完全に全部理解できてかちょっとわかんないぐらいの情報量だったと思うんだけど、とりあえずちょっとね、詳しくいろいろちょっと見せていただいてありがとうございました。正直ね、自分も、水属性の編成いじってると、さっきいじった編成が違う編成に見えてくんだよね。攻撃力が違うから。パターンによってね、状況が変わりすぎるから。そう。まあよく言えば、いじりがいのある属性ってことで。でもあれだね。今いじるのはやめましょうって話でしょ。そうだね。今いじるのはやめましょう。絶対にあれだね、今後のアップデート来てからやった方がいいな、絶対に。そうだね。じゃあそんな感じで、今回は、武器とか、そういったその編成のところ周りについてちょっといろいろ話を聞いてきました。で、今回の、対談が第1弾になってるんですけど、今後予定している対談としては、水属性の、フレズベルグなしの状態のムーブレイ、あと、キャラの厳選とか必要キャラについての対談と、あとはね、もうやっぱこれが多分一番知りたい人多いかもしれないんだけど、フレズベルグ専用対談っていうところもちょっとやっていこうと思うんでね。いやというか、そっちが主体なんですけどね、私。そうだね。ということなので、ちょっとどのぐらいの機会に出せるか、なるべく早くちょっと対談して出そうとは思うんですが、次回以降の対談もよろしくお願いしますということで。じゃあ、今回は、友達団長にいろいろ話を聞いてきました。最後に、友達団長から、いろいろ告知とか、宣伝とかがあれば、最後によろしくお願いします。はい。じゃあ、前回のガチ勢対談とか、もろもろでもちょっとよく広告はしてるんですが、自分、友達は、月曜日、水曜日、金曜日、21時から、生配信を、毎回しております。なので、その際にね、今回ガチ勢対談、2回目ということで、水属性と言ったら自分のことって思ってくれる人が増えたのか知らないけど、やっぱ質問がかなり増えてきてくれて、だから、もし何かね、皆さんがわからないことがあるとか、等々あれば、ここの動画のコメント欄でもいいですし、自分の質問箱、なんなら自分の配信見に来て直接質問してもらってもいいです。その際にね、ぜひともちょっと自分の配信見に来ていただけたら嬉しいかなって思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。友達団長はね、もう週に3回も配信してるから、もう水属性でわかんないことあったらね、もう絶対配信行ってもらった方が早いと思うわ。ずっと配信してるけどね、水になるとね、寝不足の日が続くよ。早いよ。1ヶ月以上あるんだぞ。なんですでに寝不足なんで、意味わからんだろ。はい、ということで、概要欄に友達団長のチャンネルと、あと、X のね、リンク先と、あと、質問箱のリンク先も載せてるので、ぜひね、こちらから遊びに行ってください。ということで、今回も長くなりましたが、ガチ勢対談第1回目ということで話を聞いてきました。ということでね、今後も、対談とか、
あとは自分も水は上石をやってるんで、ムーブの動画とか、想定編成の動画とかっていうのをアップしていくんで、よかったら私、クワトロのチャンネルも、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。はい。では今回の動画はこんな感じで終わりにしていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。